やあ視聴者諸君、響だよ。今回からこのクラッシュランディングリメイクというモップパックを遊んでいくよ。元はイスカンダル氏が制作されたバージョン 1.6.4 のモップパックをマーク SDR 氏が 1.20.1 で再現しようと現在進行期で開発が進められているね。今はオープンベータで公開されているから後々のアップデで大きく仕様が変わる可能性があるよ。今回プレイするバージョンはベータ 1.3.7 で更新ログではクエストブックが完成したとされているから一応完走することができるはずだよ。長話もここまでにして早速始めていこうか。あと初見プレイではないよ。原作の方もこちらの方も少しだけプレイしたことがあるからね。ただリメイク版はクエストブックのイージールートしかやったことがないから今回はハードルートを選んでやってくよ。あとこの構成にはビジュアル拡張系と利便性向上のモッドを後から導入してるよ。覚えてる限りの追加モッドは概要欄に書いておいたよ。多分難易度を落としたりバランスを崩壊させるようなモッドは入れてないはず。ワールド名はクラッシュランディングリメイクハードでいくよ。ワールド自体の難易度はノーマルでいかせてもらうね。生成待ち時間はカットするね。始まったね。早速クエストブックを開いてちょっと読み込みが発生してるね。よし、今度こそクエストブックを開こう。で急に何をしだしてるんだこいつは。YouTuber 取りしてないでさっさと進めなよ。このパックで使われているクエストブックは昔のパックで見かける HQM の 1.20.1 番が使われてて古いバージョンのモップパックの雰囲気で遊べるようになってるね。英語はわからないね。これは体温を下げる効果があるのか。こんなのがあったんだ。多分優秀だから糸集めの後にすぐ作ろうかな。最初のクエストは遠心分離機と流体密封機の入手だね。そしたら早速目の前にある宇宙船に入ってみようか。今左に移動した時に視点が斜めったのは追加モップのカメラオーバーホールによるものだね。ここに機械を回収するためのツールと武器のショットガンが吊られてるね。けどこのショットガン弾を作るためにはプネウマティッククラフトを進めなきゃいけないからこのタイミングだとまだ打ちしないようにしないとだね。これがあるから HQM が使われてるクエスト型モッドパックはやめられないな。さてこれがイージールートを選ぶともらえるアイテムだ。そしてこちらがハードルート。どちらかを選ぶともう片方が消える仕組みになっているから選択ミスには注意しないといけないね。今水筒に水を入れてたけどこの水筒は瓶3つ分まで入れてその分飲むことができるよ。だけど全部飲み切るまでは補充とか追加はできないようになってるよ。ちょっと不便だね。まあ飲み切ればいいだけなんだけどさ。親切なことに古いがチェストに入ってたから置くね。さっき取った RF 蓄電池を遠心分離機に入れておこうか。じゃあ早速ハードを選ぶためにダストを取りに行こうか。カードだとリンゴがドロップする可能性がある多くの木の苗木がもらえないのとコップンとショットガンの弾のもらえる量が少ないのとシンクのクローンを作る機会がもらえないという特徴があるね。ついでに情報クエスト3もクリアだね。次のクエストはダストとコップンと綺麗な水を一つずつ納品だね。もらった土で早速木を植えていこうか。植えるのはシアカバの木でいくよ。頭皮は私の趣味じゃないから遠心分離機にぶち込ませてもらえよ。正直シアカバもそんな好きじゃないんだけど多くがもらえないから仕方なく植えるけど頭皮よりは好きだから
苗木を入れたら綺麗な水と棒になったね。基本はこの機械で水確保していく感じになると思う。 EX レオラムの方の水を作るやつはレシピが削除されてて作れないようになってるよ。コップ巻いて原木2つ取ったら作業台と棒をクラフトして、そしたら棒4つをクラフトしてクルック作って、バッサーってして、今回は苗木だけ出たね。あ、この環境にはエクスカバーっていう一括破壊モッドが入ってるよ。キーコンから設定しないと使えないから注意だね。私はマウスのボタンに設定してるよ。さてコップの節約用にじょうろを作るか。じょうろはボールと木材4つでクラフトできるよ。あ、今クラフト画面に出てる3つのボタンは後から追加したクラフティングツイークスによるものだね。あとティンカースコンストラクトの隠しテーブルを作るためのパターンを作って。あ、木材足りない。改良作業台だけ作ろう。じゃあダストをさっき出したふるいにかけていこうか。ふるいに特定のブロックをかけると確率で様々なアイテムがドロップするよ。これを使ってこの塵しかない世界で鉱石物資等を集めていくわけだね。ごくごく。飲んでるものが違うって。世界は広いからね。こういうこともあるものさ。次のクエストでは未推理瓶を納品する必要があるね。未推理瓶を作るレシピに土が必要だから、土を作るブロックを用意するための木材をまた集めようか。お、出たね。今出た虫はシルクワームって言って葉っぱにつけると隣接する葉っぱブロックを糸をドロップする白い葉っぱブロックにしてくれるんだ。さて、さっき木材不足で作りそびれたものを作るか。というかわざわざ作業台を用意する必要はあったのか。さっきどこでも作業台クラフトできるようになるアイテムを装備してたじゃないか。まあそれはいいとして、キンカースのテーブルは古いバージョンと仕様とレシピが大きく違うよ。例えばパターンの加工とパーツの加工が部品作成台に統合されてたりするよ。まああとは細かいパーツの効果が違ったり、強化バーの道具作成台が金床だったりするね。というかこれの名前ティンカー台か。1.12 とかだと確か道具作成台だったと思うけどこれも変わってるね。意味のないことをし始めるのでカット。さてさっき作ったじょうろに水を入れようと思うのだが、後ろの水でいいか。だけどここの水は近くの3階から出る溶岩にギリギリ届くから、それで一時的な丸石製造機を作って丸石を集めてからの方が良かったかもね。無駄だよプレイ時の私。この機械は横にある水を吸ったりできない。木のじょうろだと容量が 300MB だから 700MB くらい水が無駄になってるのかな。このデオラムのじょうろはエクストラユーティリティーズのじょうろのような肺成長促進をさせることはできないよ。だけど石のじょうろまでしか使ったことないから上位バーだった肺化できたりするのかな。今さっき取ったワームを植えたから少ししたら葉っぱ全体が白くなるよ。そうしたらクルックで回収しよう。素材と設備が整ったからツールを作ろうか。この 1.20.1 の銀貨の仕様だと11パーツのパターンをパターンチェストとかから取り出さなくていいから楽だね。まあ金属パターンは仕様が同じだからチェストとかから取り出してやる必要があるけどね。これで機能の時のマトックができたね。こっちだとシャベルがなくなっててマトックが代わりを務めるよ。早い。そういえばこのバージョンの乾きシステムはサバイブっていうモッドになってるんだけど、
私的にはちょっと前のバージョンで使われてたサーストアステイ君の方が気に入っていてね。なんて言ったって交代応召になると視界がグワングワン揺れ出すんだよ。ものすごくリアルじゃないかって感動してたんだけど、相性問題なのかバランス調整なのか良い人が出たのか今のモッドに差し替えられてしまったんだ。この MOD だと視界がぼやけて揺れ始めるんじゃなくて視界が燃え上がるんだよね。さて、糸ができたから回収しようか。このモッドパックでこの先生き残るためには初日に必ず糸を12個集めて羊毛リシペットを作らなければならない。そうしないと銅の周りがクリーパーやスペシャルモブズの強化敵だらけになって積むよ。湧き潰しもしてないのにうっかり寝忘れて暗くなって敵が湧いても積むよ。よし、あとはベッドを作れば大丈夫だね。正直もう夜にはしたくないのだが、骨のクルックを作るクエストの関係で夜にはしなきゃなんだよね。暗室とか作りたいけど、最近のマイクラはハーフブロックが光を通すから私が知ってる暗室が作れないんだよね。それにまだまだ資材集めが大変だからこのタイミングだと作りづらいからね。今度なんかいい暗室の作り方でも調べてみるか。さて、あるものを作りたいのでそれを作るための鉄を用意するためのかまどを用意するための丸石を作るための石の破片を集めるためにダストをフリフリしていこうか。2つ分集まったし一旦かまどは置いておいて、ちょっと火打ち石が欲しいからそれを無限に集めるために必要なものを用意しようか。先にインベントリがごちゃついてるから鉱石用のチェストを用意したよ。ふるいで出たチャンクってアイテムは4つクラフトすることでそれに応じた鉱石が手に入るよ。 EX に費用系のモッドはバージョンによって集め方が違うよね。 1.7.10 だとふるいにかけたブロックで素材が変わるんだよね。砂利で取ったやつは鉱石砂利になってそれを高温付きハンマーで砕くと次の鉱石砂の素材が多めに手に入ってそれで取れる鉱石を増やしてくんだよね。さっき木材4つと棒2つでまな板をクラフトしたけどこれを使って砂利を砕いて火打ち石を集めるんだ。砂利は丸石をハンマーで砕くと手に入るよ。この後使うから先にマドックを強化するみたいだね。コップを使うと骨のパーツが作れるからそれに乾燥するよ。不当の部分を乾燥するよ。ついでに斧の方も強化しようか。そうしたら左手に砂利を2つ持ってブラーちょっとうまく声が出なかったけどこの方法なら砂利を使わずに火打ち石を集められるので砂利をたくさんふるいにかける段階まではこれを使うといいよ。本来はシャベルなんだがマトックにも対応してるよ。今ゲットした火打ち石で2つのアイテムを作るよ。まずは火打ち石のハサミ、これが後で大切になってくるんだ。そして次に作るのは火打ち石のメッシュだ。糸が少し足りないから今ふるいにセットされてるメッシュで作ろうか。残ってるダストを振って待て、何をしだしてるんだこいつは。ツルハシなんて後で作りなよ。ちょっと外速。これはごくごくこの通り水分ゲージが減ると視界がぼやけるよ。そして水分ゲージが完全に減るとダメージを受けて最終的には死んでしまうよ。だから定期的に水を摂取する必要があるね。ようやく目的を思い出したかな。ということで糸メッシュと火打ち石4個で火打ち石のメッシュができるよ。これで石の破片のドロ率が上がるね。といったところで今回はここまでだよ。次回も見に来てくれると嬉しいな。スパシーバー。